はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介する料理はこちら。はい、コトリアードでございます。で、こちらフランスのどちらの料理になるかというと、せーの、ドン。はい。こちらですね、フランス・ブルターニュ地方のロリアンという漁業の町ですね。こちらの郷土料理になります。で、こちらのロリアンのこの伝統的な作り方と食べ方がありますので、こちらをね、ご紹介もいたしますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。それじゃあね、まず作り方の方から早速いってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、材料の紹介です。こちら、金目の頭ですね。たまたまちょっと近くのスーパーで売ってたので買ってきました。で、こちらがサバですね。3枚におろして、表面ね、ペーパー拭って水気取ってます。で、こちら、タラですね。こちらはもう切り身のものを使わせていただいております。で、こちら、マダイですね。こちらもさばいて、一口大にカットしたものです。で、こちら、メークイン、ですね。で、こちらが玉ねぎとニンニク。で、こちらヒューメドポワソン、ちょっと詰まってるタイプのものになります。で、こちらバゲットですね。こちらカリカリにして焼いて、使いますので、よろしくお願いします。で、こちら辛口の白ワインご用意ください。で、白ワインビネガーとディジョンマスタードご用意ください。で、こちらお好みでピンクペッパー使います。で、こちらハーブ類ですね。まずタイムですね。で、こちらディル。で、イタリアンパセリ今回は使わせていただきます。で、バターですね。ご用意ください。で、ニンニクはもうこんな感じでね、潰して使います。こんな感じで OK です。で、玉ねぎはちょっと幅広でカットで OK です。で、じゃがいもこのサイズですので、もうこのね、丸ごと1個そのまま使います。大きい場合は半分にカットしてください。で、こちらタラの方は一口大にカットして、で、両面塩をしてください。こんな感じで OK です。で、サバの方はね、食べやすい半分のカットにさせていただいて、で、1リッターの水に 5% のね、塩を入れまして、で、その中にサバの方を入れていきます。これはもう臭み取りのためですね。必ずこの処理をしてから、火を入れていきます。で、ディルの方はね、粗くカットしていただきまして、で、イタリアンパセリの方も同じく粗みじんにします。こんな感じですね。で、これから、ビネグレットソース作ります。まずお酢で、ディジョンマスタード、本当にちょっとですね。これまず溶いていただいて、でそこから油をちょっとずつ入れていきます。お酢1、油3の基本的な割合で問題ありませんので、よろしくお願いします。で、そこにディルですね。で、イタリアンパセリは半分ほどちょっと使わせていただいて、で、ハーブのビネグレット、ここで作っちゃいます。こんな感じですね。では、鍋にバターを入れます。溶かしていただいたら、そこにニンニクを入れて、で、香りが出るところまで軽く火を入れていきます。で、そうしましたら玉ねぎ入れて、和えていきます。全体的にね、バターが行き届きましたら、そこに白ワインを入れていきます。もう玉ねぎがね、しっかり浸かるぐらいまでで大丈夫です。で、ここからは強火でアルコールを飛ばしていきます。で、半分ぐらいまで詰まりましたら、ここにヒューメドポワソンを入れていきます。で、そこにじゃがいもですね。入れていきます。
です。ここでですね、金目の頭も一緒に入れちゃいます。で、金目の頭は、必ず冷水で一回表面をね、よーく洗ってから入れてあげてください。これ、例えばマダイのね、頭とかでも OK ですので。で、ハーブ類はこういったね、お茶パックに入れてですね、もうブーケガルニとして使わせていただきます。では、こんな感じで、アクの方も取っていきます。で、火の方はね、コトコト弱火でいっていただいて、だいたい30分ぐらいしたら、もうこの金目は揚げちゃいます。で、金目の方はね、身がありますので、後でほぐして入れて使っていただいても全然 OK です。だしとして使わせていただいておりますのでね。では、ここで、具材の方、魚の方入れていきましょう。まず、マダラ、ここで、マダイですね。で、サバも水気を切って、で、入れていきましょう。で、ちょっとね、整いまして、この時ちょっと水分足りなければ、水をさしていただいても結構です。で、軽くね、コトコトっとやっていくと、アクが出てきますので、この時はアクは取ってあげてください。で、だいたい10分ほど煮込みましたら、火が入りますので、ブーケガルニを取って盛り付けいっちゃいましょう。で、この時にスープに、塩がね、あるかどうか、そこはね、味を見て確認のほどよろしくお願いします。で、スープの方は入れずに、まず具材の方だけ持っていきます。で、パセリとピンクペッパー、軽く散らしてあげて、で、こちら、ブルターニュロリアンのコトリアード、いかがでございますでしょうか。で、これ食べ方になりますね。まずビネグレット用意してあげてください。はい。で、スープ皿ちょっと用意していただいて、そこにですね、スープを、よそっていきます。こんな感じですね。で、カリカリに焼いたパンをスープに浸します。すいませんね、ルーシュの柄の部分がカメラに思いっきり入ってましたね。私、食べることにこう集中しすぎちゃって気づいてなかったみたいで申し訳ないです。で、こんな感じで、浸していただいて、で、まずはね、このスープとパンの方から召し上がっていくっていうのが、ロリアンの食べ方の流儀ですね。うまっ。これがですね、シンプルにうまいんですね。で、スープをね、まず召し上がり終わったら、こういった形で、魚とじゃがいも取り分けてビネグレットをかけていきます。で、具材の方をここで一緒で楽しむっていうのが、ブルターニュロリアンの食べ方の流儀ですね。あ、うん、最高。フランスね、北の方にある、ブルターニュ地方のこのね、郷土愛あふれるこのコトリアード、ぜひぜひね、お試しください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。フランスブルターニュのコトリアードのご紹介でございました。またね、漁師町ロリアンの伝統的な食べ方もご紹介をさせていただきました。で、こちらですね、使うお魚の方なんですけども、タイ、マダラを使ったりとか、それとですね、特色として、サバ、イワシを使うことがありますね。で、面白いところでは、あんこうとかですね、このアナゴを入れるっていうのも美味しいですね。特にアナゴを入れると、非常に美味しく仕上がるなって思ってはいるんですけども、まずですね、ちょっとこちらご注意していただきたいことがありまして、イワシを使うときなんですが、こち
ちらを使うときはもう、煮崩れ前提で入れてください。どうしてもですね、やっぱり煮ていくときに崩れていったりとか、持ち上げたときに崩れてしまうっていうことがありますので、イワシはね、もう作り上がるときのイメージとして、崩れてるっていうもうイメージで作っていただいた方が間違いないかなと思っております。はい。で、おそらくですね、知ってる方からするとですね、あれエビとかムール貝とか、アサリとかそういうの入れないんですかっていうところなんですけども、伝統的な作り方は基本的には入れません。魚をね、ぶつ切りにして入れるっていうのが、このね、コトリアードの伝統的な作り方だったりはします。はい。で、生クリームも入れないんですかっておそらくね、不思議に思う方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、生クリームも入れません。で、今ね、こう疑問に思うところであろう、貝類だったりとか甲殻類を入れないっていうところと、生クリームを入れない。なんで、逆にそうなったのかっていうところのお話になるんですけども、郷土料理として、一つの料理として完成度を上げていくっていう時に、お店にね、出す時として考えた時にお客様に喜んでいただくっていうところで、貝とかエビとかを入れていくっていう、当然ね、旨味も増していきますから、非常にね、料理としてはだんだん完成度は上がっていくんですけども、そこにですね、生クリームを入れるっていうのは、このブルターニュの、酪農の地域だったりもするので、郷土愛を出すのに、こういった形で生クリームを入れて、コトリアードという形がどんどん進化していったっていうのが、そのスタイルになります。で、今日作ったのはもう本当にコトリアードの原型的な作り方になります。で、私1970年代、もう本当初期の頃ですかね、その頃の、貴重な映像として、この漁師の方々が実際に、作ってるシーンの映像を見たことはあるんですけども、ほんと人一人入るんじゃないかっていうでっかいね、鍋のことを、昔のブルターニュの言葉で、コトリアードっていう言葉自体が、その大鍋っていう意味だったらしいんですよね。で、そこにですね、それこそ本当にもう様々な魚をぶち込んでいくわけですよ。ぶつ切りにして。で、それを当然ね、バターと、香味野菜で炒めたところにもうどんどんぶち込んでいって、白ワイン、と、水を入れてね、煮込んでいくっていうところにはなっていくんですけども、で、そこから、まずね、スープを取っていって、カリカリに焼いたパンを入れて、それをまず召し上がる。で、そこから大鍋からみんなで、魚とね、じゃがいもを取っていって、で、そこでビネグレットをかけて召し上がるっていうのが、このね、当時のね、そのロリアンで召し上がられてたやり方だったりします。これはね、なぜビネグレットを入れるかっていうことなんですけども、こちらのね、ブルターニュの方のお魚というのは非常に脂身が乗ってます。で、かつですね、バターも使ってますので、口の中が脂が多くなってしまうっていうところで食べやすくするっていうところでビネグレットの酸を使って切れ味よくたくさん食べられるようにっていうところでビネグレットを使っていくっていう伝統的な流れがあったりします。はい。はい、ということでね、以上がね、コトリアードのご説明でございました。よくね、南のブイヤベス、北のコトリアードなんてね、表現を使うこと日本ではね、あるんですけども、実際のブルターニュの方々の言葉で、コトリアードを表現するってなると、海のシチューという言い方をされてますね。いいですよね。海のシチュー。素敵な表現だなと思っております。もうね、この漁師の方々が、大きな鍋をね、つつく姿、どこかね、ちょっと日本のね、鍋文化に近いものがあるなぁなんて思って映像を見ておりました。皆さんどんな鍋が好きですかね？私は石狩鍋が結構好きですね。ぜひぜひ、お好きなね、鍋の種類なんかをコメントに書いていただけたら嬉しいですね。ではね、また次の料理でお会いしましょう。またね。バイバイ。